はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は恋愛や人間関係に特化した内容をお届けしたいと思います。特にこのクリスマスや年末年始っていうのはお休みが多くていつもより関係性がぐっと近づくこともあるでしょうし、またいつもとは違う動きでね、なんだか不安になるなっていうこともあると思うので、年明け7日ぐらいまでの恋愛運を見てみますね。今パートナーがいらっしゃる方や気になる方がいらっしゃる方はその関係性を見ます。そして新たな出会いが欲しいなとかどうかなと思っていらっしゃる方は来年の2月末までということでちょっと期間を延ばして出会いがあるかどうかを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずパートナーがいらっしゃる、もしくは気になる人がいるという方の関係性を見てみますね。お願いします。はい、じゃあどうなんでしょう。この年明け7日ぐらいまでの2人のエネルギーはっていうと、カップのキングですね。でも逆位置ですね。少しちょっと後で解説します。はいはい。まずこの2人の関係性なんですけど、優しさがある。だけどもお互いにね、優しさがそこにはある。だけれどもその優しさっていうのは表面なんかこう素直にそのまんま表現できないんだみたいな感じの関係性というふうに出ています。カップのキングっていうのは本来はね、とても優しいこう愛を表現してるみたいな、感情が溢れてますよ、誰かにちゃんと向き合ってますよみたいな、そんな感じのカードなんですけども、今私から見て逆位置が出てるっていうのは、お互いにお互いを思う気持ちはあるけれどもそれ素直に出せないんだよみたいな感じのって感じがしましたよ。そしてそれなぜなのかなと思った時にやっぱり今ここに至るまでのやっぱり物語がありますよね。その中でやっぱりこだわってることがあるし、喉元過ぎれば暑さ忘れるみたいな感じで過去のこと全部なかったことにはできないって感じで、何か魚座さんの方に非常にやっぱり強い思いというか解消できていない感情というものがこの相手に対してあるなっていうふうに思うんですね。だからもちろんでも人としてやっぱり仲良くしたいとか、そんな喧嘩したくないとかっていうのがあるので、ここに至るまでにだいぶ修復できたなっていう感じもあるし、うまくいってるような感じの流れではあるんですけど、そこの方を見るとやはりまだちょっと完全に傷が癒えてるわけじゃないとか、ちょっとしんどいんだなみたいな感じもあります。だからすごく魚座さんの中で戦ってる感じがありますね。自分がいい人でありたいっていう思いだったり、もしくは自分は苦しみたくないからこの苦しみとか悲しみとか相手に対する批判意識っていうのはもうなくそうとして自分の中でクリアにしようとしてる気持ちもあれば、でもやっぱり人間だから嫌なものは嫌だとか、自分が感じたこの感情っていうのはちゃんと相手に分かってほしいと思う気持ちになったりとか、いろんな感情がやっぱ混在してますね。一つじゃなくて。だからすごい怒ってるとか悲しんでるとか落ち込んでるとかじゃなく、いろんな顔が時間とともに出ては消えみたいな感じで、ちょっとここでデビルっていうのも出てるので、そういったいろんな感情に自分がとらわれてしまってるなって感じがします。でもそれだけ大きな出来事だったんだと思いますよ。やっぱりワンドの10の逆も出てるので、これ以上は自分はもう頑張れないんだっていうような思いがあり、それをやっと手放すんだっていうことで手放したからこそ生まれてきている今穏やかな関係性なんですよね。だからこれをなんとかうまくいい形に収めておこうと思うけど、でも時としてやっぱりいろんな感情が出てくるんだなって思います。本当に良かったのかなとかいろいろね。そしてこの相手の人ですけども、なんだか相手の人の状況変わりましたね。なんか数ヶ月前とはえらく違うぞって感じがします。そして相手の人の状況として出ているのがソードの8の逆と、あと死神なんですね。なので何か
気がついたって感じかな。なんかね、これがいいんだ、もうこっちに決めたんだからこうするんだっていうふうにこう決めて進んでいた道を無理やりそれがいいんだと自分で思い込ませていたその感覚っていうものをちょっと解き放って、そういうふうにもう頑くなに思うのはやめようと、いろんな可能性があっていいじゃないかみたいな感じでちょっとこう少し自分を縛っていたものが外れてるんですね。でそれによって何かが終わったって感じがするんです。もしかしたら希望を持っていたものがなくなったのかもしれないし、何かの関係性っていうのも終わったのかもしれないし、何かこう相手の人の状況で何かが終わったって感じがするんです、とても。だからこそ相手の人の中ではもう終わったことだし、そのことに関して魚座さんに迷惑をかけるつもりもないしみたいな感じがあり、魚座さんとはまあ仲良くしたいというかね、ここでワンドの4っていうのが出ていて、で魚座さんもやっぱ節制っていうのが出てるので、魚座さんの方がちょっと卓越した意識で相手を理解してあげようとしていて、そして相手はそこに甘えてというか、ありがたくこの関係性をうまく続けていけることに感謝してるし、存在に感謝してるって感じがするんですね。なのでそれはいいんですけど、やっぱり現実生きていかなきゃいけないから、お金を稼がなきゃいけないとか仕事しなきゃいけないとか、なんかそういう意識がすごく強いです。なんか要するに魚座さんに対しての気持ちがどうこうではなく、この相手の人の置かれてる状況が何か一つ大きな節目があったので、じゃあもうそれはそれで終わったから、自分でやめたから新しく自分はちゃんと立て直していこうみたいな感じで毎日をコツコツやろうとしているっていう感じですね。でもなんかあまりにも何事もなかったかのようにコツコツ自分のことを頑張ってるけど、もうちょっとこっちのこともケアしてよねっていうような気持ちがあるのかもしれませんね。ちょっともう少し見てみますね。ただね、相手の人の状況のところには出てますけど、ソードがね1枚しか出てないし、とてもなんか山越えたなって感じはありますよ。はい、で相手の人っていうのはやっぱ恩恵ということで、魚田さんと出会えたことや関わってることに対して恩恵を感じてます。温かい気持ちを感じてますね。ありがたく思ってますよ、とても。そして魚田さんはっていうと、魚座さんは解放ということで、もうそのことはいいんだよみたいにこう手放してる、明け渡している感じでいいですね。とっても優しいですね。なんかもういいよみたいな感じで手を広げてる感じで、相手の人もとてもね、このやっぱり出会えたことやここまでやってきたこととか、関わったことによって得られたものっていうのはすごく感じてるので、深いところではすごく感謝があるんだなって思いました。ちょっと気をつけることを見てみましょうか。気をつけることがペンタクスの2ですね。そしてね、魚田さんはワンドのエースにペンタクスのクイーンっていうカードも出てるので、状況は行ったり来たりしながら、もしくはたまには調子いい時もあるし悪い時もあるっていうことを繰り返しながら、でも自分の中の新しい可能性、情熱っていうものを育てていくよっていうふうに言われてるんですね。それがこの人と関わることなのか別のことなのかは分かりませんが、何かを学んでいくとか、ここから積み上げていけるものがあるよ和田さんっていうふうに言われてます。はい、そしてこれからの可能性として誘いかけっていうカードが出ています。魚田さんが誘いかけられるのかもしれないし、魚田さんが誘うのかもしれませんが、とてもいいですね。ぜひね、自分のいいところを本当に自分で褒めまくってくださいね。そしていいなって思う人がいたら自分から声をかけるなり近寄っていくなりっていうのをしてくださいね。そうすることによってとてもなんか満たされる気がします。ここでやっぱりね、解放ってことでもう受け入れますみたいな感じがあるから、相手から誘われたら行ってほしいなと思いますし、もし自分もいいなと思う人が出てきたら、この人でももちろんいいんですよ。出てきたら自分からオープンマインドで誘っていってもいいんじゃないでしょうか。何かしらヒントになりましたでしょうか。そうね、この人に対しての対策ちょっと見てみようかな。太陽ですって。小田さん強いですね。なんだかやっぱりいろいろ経験すると人って磨かれますよね。そしてその自分が経験して得た自分の感覚っていうものが本当に全てで、
その感覚で自分を認めていく、その感覚で自分が生きるっていう、それだけで実はもう輝いてるよっていう感じもあるし、その自分で自分を認めて自分を輝かせて生きる、別に何か特別ことをするとかではなくても、自分で自分を認めて生きる細胞はね、こう活性する。それによって相手の人は自然と今もそうですけど感謝の気持ちが生まれてるわけですし、自然といいところに収まるよって感じで言われてるので、相手に対して何かをするっていうよりも自分のために何かしたいことをしてくださいって感じが私はしました。どうでしょうか。はい、ちょっとこのねパートナーさんのことに関してはここまでにしておきますね。ちょっとこれから新しい出会いがあるのかっていうのを見てみたいと思います。新しい出会いに関しては来年の2月末までというふうに期限を切らせてください。というのがちょっと1月2月っていうのがこの特別ラブメッセージとして特化した動画っていうのはちょっと撮れないと思うので、はい、2月末までの出会いとさせていただきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。来年の2月末まで出会いがあるでしょうか。カップ9、ジャッジメント逆、ソード2の逆、デビル逆、ラバーズ、ソード6逆、ペンタクスのページ逆ですね。気をつけることは対策がお月さんとマジシャンの逆とオラクルがワンド4です。出会いありますね。ありそうですね。ぜひね、入り口もカップの9ですし、こうでこういう人でみたいな細かいことを想定するというよりは、何かわからないけど絶対に2月末までにいいことあるんだわぐらいに思っておいてほしいんです。いやきっと来るわみたいな自分の望んでる通りじゃないとしても想定外の喜びがあるよっていうカードなんですね。でそれをぜひ期待し続けてください。そして今現状出てるのはやっぱデビルの逆なので、何かを手放そうとしてる。さっき出ていたデビルっていうのはもういろんな感情がねごちゃごちゃして、もしかしたらそのごちゃごちゃした感情に縛られてるかもねみたいなメッセージありましたけど、それ自分で手放そうとしてるなっていうふうに出てますし、やっと手放せるんだなっていう感じもあるんですね。なのでなんとかその過去の人とうまくいくように頑張るっていうのではなく、別に本当にその人がご縁があったらね、またここからでも出会えると思うんですけど、今言われているのは自分自身をなんか過去の自分に戻すのではなく、自分自身をもっと素晴らしいというか、もっと輝いてる自分らしい自分に変化していくことを許してほしいから、前の状態を望むのではなく、たとえ同じ人だったとしても新しい関係性っていうものを見ていってくださいねっていう感じです。新しい自分、そして新しい自分で関わる前の人との関係性みたいな感じでもいいし、もしくは全く新しい人でもいいんですけど、昔思っていたこととか前の状態に戻るということを諦めるというかやめて、新たな可能性を見ていこうっていうふうに切り替えることで、ここでラバーズということでね、初めての経験ができますよって、こういう出会い方もあるんだとか、こんな風にもう一度自分っていうのは純粋な気持ちを持てるんだ誰かに対してとか、こんな風に楽しめるんだみたいなことがありそうです。これもダイヤルカードでして、バンドの6バンドじゃなくて普通にね恋人たちっていうカードなので、非常に楽しい初めてのワクワク感みたいなのがあるので、自分が過去に戻るのではなくいい状態になるっていうふうに決める。何が起こるかわからないけどきっと楽しいことがあると思うことで、実際にそういった初めての楽しい感覚っていうのを味わえますよっていうふうに言われてるんですね。そしてオラクルもねワンドの4なんです。これはとても落ち着いていてのどかで穏やかでいい関係性なんですね。穏やかな関係性なので、とてもいい、信頼できるなこの人とか、この人とならもうちょっと関わっていってもいいのかなとか、自分の時間を割いてこの人と一緒にいたいなって思う人がもしかしたら出てくるかもしれません。ここでね恋人たちにワンドの4とかが出ているのでとてもいいんですね。ただその後じゃあそういう人に出会えたからといってすぐにじゃあ一緒になりますとか一緒に暮らしますとか、そういうわけじゃないじゃないですか。なので出会えたけどなかなか次会う機会がないとか、なかなか次会うまで時間がかかるとか、ちょっと調整してスケジュールを合わさないとなかなか会えないなみたいな感じの流れはあります。でもいいじゃないですかね、別にね
そういう人に会えたとか、そういう感情を持ってるっていうだけで楽しいので、ゆっくりとこの感覚や感情を育てていこうみたいな感じになります。ゆっくりです、これは。そしてここでもね、マジシャンとかね、お月さんっていうのが出ていて、わあこれからどうなるのかな、ドキドキみたいなのもあるけど、でもやっぱり新しく始まる可能性は十分にあるよっていうふうに言われてます。少し時間がかかるかもねっていうふうに言われているので、ゆっくりと温めていくんだなって感じです。なのでポイントは、昔のような自分に戻るわけじゃないってことですね。あくまでも新しい自分になって、新しい感覚で誰かと向き合っていく、その上で出会う人がいるよっていうふうに言われています。恋人たちとか、あとこのペンタクスのページっていうのは非常に感覚が若い人なんですね。だから年配のとか、しっかりしてて年上のとか、頼れる人とかっていうよりも感覚が若い、ピチピチしてるみたいな感じのイメージなので、実際の今の自分の年齢関係なく、自分の中の若さをもう一度思い出すとか、ああそう若い頃こうしたかったなとか、そういういつでも青春は思い返せるっていうのね、なんかそういう感じの出会いなんですよね。なので若い人や若い感覚を持ってる人と関わっていく機会があるんじゃないかなと思います。年下とかもいいと思いますしね。はい、そんな感じです。はい、なんか参考になりましたっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。もう一枚最後にオラクルカードを引いてみますね。小野さん2月までメッセージどうだろう。これかな。はい、はい、どうですか。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもぜひ自分の直感でね、メッセージを受け取ってみてくださいね。ぜひオープンマインドで居続けてくださいと。でもさっき解放っていうカードでね、もう手を広げて待ってるよって感じがあったので、そのままでいてくださいって感じがします。もしかしたらね、あなたの普段のねタイプとか経験っていうのはとか期待っていうのがちょっと違う人かもしれません。これから出会う人はやっぱりここでもね、その女帝じゃない恋人たちのカードが出てるっていうのは、恋人たちっていうのは初めての人とか初めてのタイプみたいな感じがあるんですよね。だからちょっと今までとは違うタイプの人かもしれませんが、でも心を開き続けてねって感じで言われているので、ぜひそのままでいてください。はい、ということでここまでにしておきます。また次回はですね、来年前半の全体運の動画をアップしていきますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。